全部なくなっちゃった。どうしよう。もう全部捨てたってことですよね。なくなっちゃった。お一人でお住まいだったんですか？いや、お姉ちゃんと2人、姉妹とかじゃないんですけど、大島紬の着物120万くらいだったと思います。お姉ちゃんにいいよって言われて、私の分とお姉ちゃんの分とって2人分私が買ってました。もしよかったらどうですか？試してみてください。はい。これは通信料、携帯、これも特殊測定。暴行事件、刑事事件で訴えてますね。これはデリヘルの仕事のやつ。お姉さんに勧められて、この仕事しなって、家賃払わないまま逃げ出してしまって。今は猫ちゃんはこちらにいらっしゃらない。仕事から帰ってきて見たら亡くなってて、亡くなってもお姉ちゃんはどうにもしてくれなかったし。正直なところ心配になりました。何かに苛まれているのかなと思いましたね。今回亀沢が向かったのは20代女性が住んでいたマンションの一室。娘の家がゴミ屋敷になっている。家の惨状を知った住人の母親が清掃を依頼してきたという。おはようございます。おはようございます。関西クリーンサービスの亀沢でございます。本日はよろしくどうぞお願いします。亀沢を出迎えたのはゴミ屋敷の住人である女性。清掃に立ち会うことになっていたが、その顔には不安げな表情を浮かべていた。有価物と重要書類などはすべて残しておいてほしいということでお聞きしております。はい、なんかその他とか全部捨てちゃったりとかはしないですよね。ちょっとその辺がちょっと不安というか気になってて。なるほど。大丈夫です。もうそれはしっかり仕分けさせていただきますので、お立ち会いいただいて、しっかりご覧いただきたいと思います。はい、じゃあそれでお願いします。よろしくお願いいたします。まずは室内を確認させていただくことに。この部屋になります。ちょっと汚いんで全然そのまま元足で入ってもらっていいんで、はい。なるほど。すいません、では失礼いたします。お邪魔します。長期間使われていなかったのか、室内には悪臭が立ち込めていた。こちらどれぐらい前までお住まいになられたんですか？半年ぐらい前ですね。はい。大学を中退してからなんで2年前くらいですね。その部屋を借りてすぐぐらいからもうあんな状態になってて、でもその時から靴は脱がずにそのまま部屋に入るみたいな感じでした。ちょっと友達の家に転がり込ませてもらってるというか、居候させてもらってるみたいな感じです。室内を確認していると、亀沢に一つの疑問がよぎった。お一人でお住まいだったんですか？結構広いですよね、一人にしては。いや、お姉ちゃんと2人で。お姉様がいらっしゃった。姉妹とかじゃないんですけど。姉妹じゃないお姉様。はい、そうですね。血縁関係にないお姉様ということですかね。そうですね、はい。なるほど。彼女はお姉ちゃんと呼んで慕っていた人物とこの家で
シェアハウスをしていたという。キッチンからは2人の生活の跡が垣間見えた。これはハーブですか？そうですね。天然のハーブはいを飲むことで浄化を日々心がけてて、はい。お姉ちゃんに自然のものを取り入れるのがいいよって言われたんで。はい。足の踏み場もないこの家で一体何を浄化していたのだろうか。我々はお姉ちゃんと呼ばれる人物に対して一抹の不安を覚えた。もしよかったらどうですか？こちらのハーブですか？はい、全然よかったらはい。試してみてください。はい。彼女にはお姉ちゃん以外にも大切な存在があったという。それはペット飼われてたんですかね？猫ちゃんですかね？はい、ネプチューンとマーズを猫なんですけど。その猫ちゃんはどちらに向こうの部屋にいらっしゃるんですね。猫は向こうにいると案内されたその先には、今はもう猫ちゃんはこちらにいらっしゃらない。ネプチューンはちょっと亡くなってしまって、ではい。マーズは私が友達にお願いして引き取ってもらって、今友達の家にいるって感じです。そうなんですね。なんかもう仕事から帰ってきて見たら亡くなってて、でそのままっていう感じでした。大変な思いされましたね。ちょっとそうですね、怖かったです。びっくりしました。お姉ちゃんが拾ってきたことをきっかけに猫との生活は始まった。しかし仕事が忙しくなるにつれて面倒が見れなくなっていき、8ヶ月前気がつくと病気で亡くなっていたという。拾ってきた時私もあんまり仕事忙しくなかったんで一緒に遊んだりとかも知ってたんですけど、仕事が忙しくなって全然面倒見れなくなって、お姉ちゃんもそんなにって感じやったから、だんだんなんかこんな風になっていっちゃって、亡くなってもお姉ちゃんはどうにもしてくれなかったし。お姉ちゃんは猫を拾ってきた身であるのに飼育放棄。彼女の戸惑いが感じ取れた。すいません、何かちょっと悲しいことを思い出させてしまいまして、私真言宗の僧侶もさせていただいておりますので、猫ちゃんの動物供養も本日させていただきたいと思いますので、しっかり成仏できるかと思います。お願いします。よろしくお願いします。妙法蓮華経観禅音菩薩風門第25二次無次二本作即十座起お姉ちゃんに言ったんですけど、何もしてくれなくって、なんかもう部屋の扉閉めて見て見ぬふりみたいな放置してる状態でした。かわいそうなことしてしまったなって。何もできなかった自分への罪悪感が彼女を苦しめていた。亡くなった猫のため、そして彼女の心の傷を癒すため、亀沢は供養の祈りを捧げる。そして供養を終えたところで、これから作業させていただきますけれども、重要書類とかこの箱にすべて貯めていきますので、ご確認の方お願いします。はい。ではよろしくお願いします。お願いします。
しっこがすごいですね。半ば閉じ込められていたような状況だと思います。もうおトイレの処理も清掃も全然されていない状況ですので。片付けを進めていると思いもよらぬものが見つかった。暴行事件。暴行事件の民事訴訟。彼女の身に一体何があったのか、新たな謎に直面した。こんなにすぐ片付くんだったら、なんかもっと早く綺麗にしてあげたかったなっていう気持ちがちょっとなんか供養もしていただいて湧いてきたというか。片付けてあげられなかった自分を悔いる彼女。こうなってしまった背景に何があったのかと聞くと、割と子供の時から身勝手やったんですけど、お姉ちゃんと暮らし始めて必要なものがやっぱり増えていって、でそれでどんどん買っていったりとか溜まっていって、で気づいたらこういう状況になってたっていう感じです。施設にいた時もその職員さんにちゃんと片付けろってめちゃめちゃ注意されてました。彼女は幼少期を施設で過ごし、親からの愛情に飢えていた。その心の隙間を埋める存在が彼女の言うお姉ちゃんだった。最初はゴミ出しとかしてくれてたんですけど、本当に最初だけっていう感じで、はい。これ何の綿ですか？マットレスの中身なんですけど、一回すごく自分の浄化が追いつかなくて、すごく精神的に来てしまった時に、そこら中のものを切りつけてしまって、でマットレスの中身も出てしまったという。いろいろね、しんどい時期ありますもんね。そうですね、その時は多分浄化が足りてなかったんだと思います。浄化が足りてない。お姉ちゃんの影響で浄化を意識するようになったと語る彼女。彼女に危うさを覚えた亀沢は、お姉ちゃんとは何者なのか切り出してみることに。先ほどからお姉様っていうのは血がつながってらっしゃらない、血縁ではないよね。そうですね、占い師をしてて。お姉さんがですか？そうです。占い師。はい。そうなんですね。私のこととかをよく占いって見てくれてた人なんですけど。そうです。それはどういう占いですか？なんかいろいろ占いにも種類が。投資というか心を見てくれるみたいな感じで、なんか私の心が結構その透明度が高いというか、
見えやすいらしくて、それでいろいろ親のこととかも含めて占ってもらってたっていう感じです。彼女がお姉ちゃんと呼んで慕っていたのは、投資が得意だと自称する占い師だった。偶然の出会いからその説得力に心を奪われ、気づけば一緒に暮らすほど親しい関係になったという。一人で暮らすのが初めてで、やっぱ施設とかだと他にもたくさんいたんで、一人っていうのは寂しくって、でお姉ちゃんが一緒に住んでくれるってなって、それが嬉しくて。気になったのは、ゴミの中に健康食品が多かったこと。これは彼女が買ったものなのかと聞くと、お姉ちゃんにいいよって勧められて、私が買ったものになりますね。私の分とお姉ちゃんの分とって2人分私が買ってました。いや、ほとんどないと思います。だいたい私が買ってて、ただでさえ一緒にいてもらってるんで、なんかお返ししないと悪いじゃないですか。だからそういうとこでお返しできたらなって思ってて、じゃないとなんか嫌われるのとかすごい怖くて。彼女の言葉からお姉ちゃんに対する依存にも近い心情が垣間見えた。それはデリヘルの仕事のやつですね。デリヘル、はい、姉ちゃんの友達を紹介してもらって、でその人にもらったお仕事というか。お姉ちゃんは彼女に稼がせるため風俗の仕事を斡旋していた。そこで稼いだお金の使い道について彼女は、姉ちゃんがいいよって言ってくれたものを買うために使ったりだとか、基本的にの2人の生活に関わるもののお金を支払うためにしてた仕事っていう感じです。風俗で稼いだお金もすべてお姉ちゃんに言われるがまま使っていたと語る彼女。その結果、経済的に苦しくなっていき、生活はみるみる破綻していった。部屋に放置された書類はそんな彼女の厳しい現実を物語っていた。これは家に貼られてたやつで、家賃払わないまま逃げ出してしまって、それで貼られた紙です。なんかどうしたらいいか分かんなくて剥がしてそのまま。これはカードの請求かな。これも督促状ですね。これ去年の5月なんで、その時でこの金額っていう感じですね。余震全部使っちゃってて、でなんか請求が来て、で支払ってみたいなのを繰り返してたんですけど、ちょっとなんか追いつかなくなっていっちゃって。膨れ上がった借金は彼女一人の手に負えなくなり、人生を揺るがすある事態を招いた。自己破産をしたんですよ。そうなんです。で、今後どうしていくかみたいな、自分で頭の中を整理したくて書いた殴り書きメモですね。彼女は20代にして自己破産にまで追い詰められていた。だがそれでも彼女が信じるものは変わらなかった。これめちゃめちゃ懐かしいやつですね。その椅子のテンゼグリティは偽物だとか、常になんかどんなものも振動してるのが普通で、全然安全性とかないんですよね。もともとすごい興味はあって、そしたらお姉ちゃんがそれだったら本物をちゃんと勉強した方がいいよって勧めてくれて、でそこから
しっかり勉強し始めて、お姉ちゃんの勧めで始めたというスピリチュアルは彼女の心の拠り所となってしまっていた。着物お好きなんですか？そうですね、私もお姉ちゃんも結構2人とも好きで、割とたくさん着物とか着物の帯とかも買ってましたね。2、30ぐらいはあったんじゃないかな。呉服屋さんというか、いつもお世話になってるとこがあったんで、そこで買って、大島紬の着物なんですよね。結構いいやつで、100とか120万くらいだったと思います。100万円以上の高額な着物を幾度も購入。やはりここにもお姉ちゃんの影響があった。お姉ちゃんも名刺ですね。私も結構たくさん見てもらっていて、本当に頼りにしてるお姉ちゃんですね。生活苦を招いた元凶ともいえるお姉ちゃん。しかしそんなお姉ちゃんを彼女は今でも信頼しているようだった。そんな彼女を見て亀沢は、正直なところ心配になりました。私自身ですね、娘がおりまして、親心というか、何かに苛まれているのかなと思いましたね。何かに苛まれている。彼女が抱える闇の深さはスタッフも痛感していた。そして作業開始から5時間後。作業の方終了しておりますので、ご確認の方よろしくお願いします。どうぞ。もう何もないんですね。引っ越してきた時以来ですね、こんな感じになってるの。すごい。でも何もないんですね、本当に。そうですね、今朝作業前にお伝えした通りですね、重要書類と貴重品、あとご指定の残しておいてほしいもの以外はもう本当に全て撤去いたしました。はい。見違えるほど綺麗になったお部屋に彼女は安堵しているように見えた。しかし突然、ないんだ。どうしよう。ないんだ。これなんかどこに行っちゃったんですか？もう全部捨てたってことですよね。はい、もうご要望通り撤去させていただきました。撤去させていただいてもよかったです。よろしいですか？でも何を思ってなのか涙を流す彼女。すいません。ありがとうございます。そっか、そうですよね。なくなっちゃった。いいんだよね、これで綺麗になっちゃいましたね。涙のわけ、彼女の口から衝撃的な事実が語られた。今お姉ちゃんと裁判中なんですよ。一緒にいたかったんですよ。どうしてもお金とかも足りなくなってきてしまって、
どうしたらいいって相談したんですけど、なんか急にそんなん自分で考えやって言われてで殴られてしまって。お姉ちゃんからの過度な要求に彼女は次第に応えられなくなり、そのいびつな関係はついに暴力行為にまで発展してしまった。母が気づいて、その裁判をって2人でいた状況をずっと置いておけば、またお姉ちゃんが帰ってきてくれるかなって思ってたんですけど、彼女が暴力を受けていると母親が知り、裁判沙汰に。お姉ちゃんとの関係は途切れてしまったが、彼女の心には未練が残っていた。ね、お姉様がどういう方かは私はもう全然存じ上げもしないんですけれどもですね、一つの、依存のようにもちょっと感じ取れたので、お部屋の方もきれいになりましたし、お部屋がきれいになるということはもうね、心の気持ちの整理もだんだんついてくると思うんですね。今日という日をきっかけに、人生の再出発ですね、リスタート切っていただければと本当に思います。ありがとうございます。すごく助かりました。後日、ゴミ屋敷の住人だった彼女は再び我々の取材に応じてくれた。久しぶりです。そうですか。現在は新しい土地で雑貨店に勤務しているという彼女。晴れやかな表情からは充実している様子がうかがえる。結構スタッフ同士仲良くって、同い年の子とかもいて友達になったりしました。普通の幸せをすごい今感じてます。真面目に働いて、ちょっと毎月コツコツ返せていけたらなって思ってます。電話番号とか連絡先とかも全部消してですね、もう会うことは絶対ないですね。今思えばなんであんなことで悩んでたんだろうってすごく思いますね。ゴミ屋敷の特殊清掃。それは汚れた部屋をただきれいにするだけではない。その家に住む人が抱く重苦しい気持ちを取り払い、新たな道へと歩めるよう背中を押すことにつながっている。